どうも、泰造です。今日はアダルティーな世界から有名なお客様が来てくれました。紹介したいと思います。井田くんです。イエーイ。ありがとうございます。めっちゃありがとうございます。いやいやいやなんで受けてくれたんですか？いや、もうやばいなっていう。あ、やばいな感じで、ありがとうございます。以前からちょっとツイッター拝見していて、むしろ僕がありがたいな。すみません、ありがとうございます。本当に変更してしまって。そうでした。そんな感じでですね、ちょっと今日はですね、井田くんを、ゲストにいろいろとアダルティの世界の真実を、闇を暴いていきたいと思います。言える範囲です。それではスタート。まず最初になんか井田くんのことを、はい、視聴者さんに、はい、ぜひちょっといろいろともう知ってる人もいると思うんですけど、そうですね、改めて自己紹介とかしてもらえたらと。はい、OK です。で、年齢23歳で、この間大学を卒業したばっかり。あ、おめでとうございます。すごい。社会人になったんですか？社会人、一応社会人。体重今だいたい67ぐらい。あ、僕よりもあるかも。僕62なの。あ、本当です。でもムチムチしてる。いや、僕も今ムチムチしてます。本当にやばい。プロフィールはゲームの世界で結構おなじみな質問で、よくやり取りしてるとアプリでも、出会い系アプリで、ブログ教えてください。これ食ってあったら100何十とか体重なんとかで。よくあるなんか書いてある。書いてるやつ。もうそれはゲームの世界でおなじみな質問。おなじみな質問を多分。なるほど。おなじみなそう。ちなみに僕 YouTube 見させてもらってて、なんかめっちゃすごい。いや内容がやばい。内容はやばい。しかも僕ね思ったんです。広告つけてないんですよ。いや、ありがとうございます。びっくりしちゃって、普通あんなにいたら絶対広告つけて、やばいことになるじゃないですか。やばいことになってます。なんで広告もうずっとつけない？あ、もう一生絶対につけない。あ、そうなの。はい。それなんでなのか知りたい。理由ですね。理由はもうアダルトはそもそも結構制限あるじゃないですか。で、僕の信念ある先輩と一緒にやってるんですけど、そもそもなんか面白いものを届けたいっていうところが前提になってて、広告は邪魔じゃないですか。邪魔っていうのもあるし、その広告っていうのがあるがゆえに表現の自由は結構抑えられてる。広告主により言えない言葉がね。そうですね。これもダメ、あれもダメ、これもダメ、全部規制。いや、そうです。もうね、なんかね、狭い世界の壁がいっぱいあって、動けなくなっちゃうんで。っていうのがあって、それなら全然つけなくてもいいよねっていう感じでやらせていただいてます。すごい。僕がちなみに好きなのは、みんなであれしちゃう、しこっちゃうやつ。どれだ？一回、井田君がそれあげたら、バンされちゃったとかって。でも復活した。あの時のタイミングでマジ側は、マジ本当にシビアだなって思って、間違いない。今まで5万とか何万上がってたのに、って思った瞬間のやつが、そう、ちょっと続けてみてた。いいですね。あれを見て、そう、でもあとはおなじみの風俗レポート。あれは世の男の人は行ってみたくなっちゃう。いや、ありがたいですね。僕はゲイ版。行ってみたい暗闇スポット、行っちゃいけない場所とか行って自らを実験台にして、みんなにちょっとこんな感じでした、アホかって言われてでも結構ツッコミもあって面白い。いやー、発展場とか僕もちょっとまだ怖い。多分ね、食べられると思う。いや、そうなんですよね。行ったら最後お尻の方が多分死んじゃってるかもしれない。そうなんですよ。僕それこそ初めてアナル貫通した男性とした日の次の日、一人でランチステーキ食いに行ったんですけど、ステーキ食いながらうんこ漏らしちゃって。マジで？マジで。ステーキあるんですけど、普通におならするテンションで出しちゃって。でも緩くなっちゃってるから。いやー、そうですね。最近痛くなかった？痛いっちゃ痛いんですけどね、結構俺体勢あったよね。これ話しちゃって大丈夫ですか？これ気に入る程度で大丈夫ですか？大丈夫です。結構ね、もうメスになってた。完全メスだったよね。井田君がメスになってました。本当にやばかったよね。なんか別世界に行っちゃったよな。でも気持ちいいもん。多分気持ちいい。なんか電気走りましたね。体の中に。新しい世界へようこそ。いや、本当に戻れなくなるな。いや、でも僕なんかこれ言っていいのかわかんないけど、
女と男のエロよりも男同士の方がハマるの、あ、でもそれ言いますよね。一回だから体験しちゃった人は戻れない。いや、だから怖いんですよね、そこが。僕ね、ずっと思ったんだけど、男同士を経験した人が、バイの人とかで女もいけるって言ってるけど、でもまあ比重男多いんじゃないかなって実は思っててなるほどね。それエロがめっちゃうまいの、男の方が。ああ、なるほどなるほど。気持ちよさ分かってるから。いやでも本当に新しい世界よ。新しい世界行っちゃってますね。やばいです。イラ君もだんだんこっちに引き入れて今日の僕の裏テーマはイラ君をどこまでこの男の世界に引っ張ってくるかっていう最後ぜひホテルたくさんあるんでやばいね。ちなみに僕絶対イラ君と喋りたいことがあって、アダルト業界のこと、将来をめっちゃ喋りたくって、もうぜひぜひ。なんか僕はプロじゃないから、井田君みたいにこう実際出る人、出演とかはできないけども、見てる側で今後これ来るかなって思ってるのが、絶対中国市場はやばくなる。マジでみんなすごい、破天荒な、何あれみたいな、いや多分ゲイの皆さんも多分気づいてるかもしれないですけど、中国のみんなの露出度が半端ないんですよ、今まさに。中国のみんなの露出度、体がしょぼくないの、みんなボディビルとかマッチョな人とか出てて、もちろん覆面とかしてるけど、そういう感じのテイストがこれプロのビデオじゃないかっていうプロっぽい感じのやつがめっちゃ出てて、でサブスクでどんどん増えていって、そのやばい人が20万とか、中国の人は5、6万ぐらい普通にいる、平均僕が見てる。やば、そうなんです、本当に5、6万ぐらいで、サブスクで、5% でもいいと思うけど、それでも2500人とかがサブスクしたら、金額いくらになるかな、2500人でやばいよ。1000円だとしても、1000円だとして、いや俺らそこ目指せるよ。250万1、10、100、1000万、10万、250万かける20%の送金合わせて 70% だとしても、それでも全然200万ぐらいは多分あるけど、やばいな。毎月それ入るってことはもう2000万ぐらいそうですよね、わけでしょ。でもそれが一人で成り立ってんの。一人のフォロワーさんでそういう世界が成り立ってしまってて、僕思ったのが、アダルティ業界がパッケージを今まで作ってたんだけど、なんかもうこれSNS 上のそういう仕組みで今後変わっていくんじゃないと。いやめっちゃ変わってくると思います。今まで分かんないから A メーカーとか B メーカーとか、なんか C の会社とかっていうのが人になっちゃうの全部。いやだと思います。それでその井田君の SNS で提供している、アダルティーなものが全部みんながサブスクして、見たいとかなってくるんじゃないかなってもうなってるんだけど、今そう確かにこれが日本でどの程度これから増えていくかっていうのが結構注目してて、そうですね、国民性とかもあると思いますけどね、サブスクにどれだけ課金するかとか、でもパッケージを一つやっぱり高く、制作費もかかってるから、1500円、3500円とか幅がやっぱあって、でもそれでも DMM とかなんか昔のやつに比べると価格は下がってる。いや間違いないです。でもクオリティ高いし、しかもなんか素人のがエロいみたいなところもあるじゃないですか。全然なんかリアリティあるし、なんか僕とか YouTube とかやったらフランクですし、全然その辺にいるような、全然プロ男優じゃないんで、それのエロの方がエロいっていうのはありますよね。おそらくわからないです。台本がないエロ。そう、台本のないエロ。ただもう一個はアダルトのなんか文化っていうか、そういうのが少しちょっとディレイしてて、日本の方が多分すごい早いんです。テンポっていうか、いろいろとなんか仕掛けというか企画もそうだし、内容もクオリティが高くて、でだんだんでも今はなんか中国とか台湾とかそっちの方がクオリティが追いついてきてる気がしてて、なんか内容がめっちゃ載ってる。ちょっと個人でやばいのは個人でなんかで売ってる。でもそれを見たいのみんな。そうですね。ゲイの世界でも結構複数人とかたくさんあるけど、あれはなんかもう選んで、モデルさん選んで絡みもメインとそのサブモデル決めて、こういう絵を撮りたいっていうのが監督さんの中であって、それをこうくっつけてるから、
いやそれこそもうあれですよ、もうね来たるべき時が来たら顔出しでみんなでしましょう、いややっぱり会社クビになりそう。いやそれこそ多分僕らがめっちゃ体感してるのは、まあ、顔出しかけるエロの参入障壁の高さ難しいよね。日本人がなんでやっぱ顔を出していけないかって、なんかこうほら誹謗中傷とか来ちゃうから、はい、そこが結構ね。そうですよね。ただそこを超えたらそもそもなんて言うんだろう、男優さんっていうのに例えば見たら女優何万人に対して70人って言うじゃないですか。で別になんかめっちゃそれって熱い、冷静に熱いねじゃないですか、っていうのを23にして僕らはそこの壁をぶち壊してるっていうのはその境地でもう結構いいよね。結構いろんなうまみをいろいろ味わわせてもらって、それは本当にあると思います。でかつそれこそ個人に紐づいて今後まあ抜きだけじゃなくてファンっていう要素めっちゃ強いと思うんですけど、それ今トレンドに合わせて僕らもうまくやっていけるって言い方は変ですけど一つありますよね。なるほどね。なんか僕はその井田君が描く未来を見てみたい、いやありがとうございます。なんかすごい考えてそうな気がしててそのアダルトの業界の将来をめっちゃ考えてる。いやありがたいですね。今まで僕アダルト業界の中で、なんかこういまいちこうピンってこう体のなんか電気が流れることってそんなになくて、なんか電気が流れた時ってこの人やばいなって思った時は、なんか大体ヒットしてて、なんかモデルさんとか、この人絶対来るんだろうなと思ってたら、やっぱりなっていうこと結構あって、井田君もその時と同じような電気がピロピロってきたんですよ。なんか電気が来て、この人はなんか将来なんか会うべき人みたいな。いや嬉しいです。言ってくださってました。会うべき人なんだけど、もちろんエロの方で会いたいなって。なるほどなるほど。そう、それでなんか僕は多分井田君は、多分だけどなんかこうその業界をこれから牽引していくようなことをするんじゃないかなって思う。いやありがたいですね。でもなんか知ってくれてる人がいるっていうことはやっぱりニーズがあるってことだから、そうですね。なんかこう普通になんかやっててもなんか何も変わんない。僕もなんかこう顔出ししたんですよ、今までモザイクして退場です。いやもうバレてるでしょ。バレてるけどなんかあえてこう顔出ししたのって僕もなんかゲームの人たちの、偏見をまずなくしたいのがあったけど、綺麗事はやめようと思って。いや本当にそうですね。本当になんかただ自分がしたいことをしたい。いやそれよりでなんか僕は本当に疑問に思ってたのが、なんかゲイの人っておねえとか女言葉喋ってなんか思ってるっぽくて、いや違うんですよ、普通なんです、みんな普通なんですよみたいな、なんかあからさまになんかイヤーンってこう女の仕草をするのがなんかゲイってみんな思われてるんですけど、違うのになーってそう思って、それを誰もやらないんだったら僕やろうと思って。セクシュアリティ難しいですよね。脳、心、見た目のこの正規の部分とあと全体の姿、でも普通が一番なんかいい。そうですよね。で今テレビとか受けてるのはもう見た目がそっちに逆に寄せて、かつ喋りもそっちに寄せてとかじゃないですか。でもリアルっていうのはもう全然、もちろんそういうわけで本当ぜひやっていきましょう。じゃあ僕もゲーム世界からこんにちは。大事です。なんかそうサブスクはとにかく来るかなと思って、でもそうするとみんなメーカーの人とかはどうするのかなって僕思ってて、なんかみんなの思考が変わったんだと思う今。いやだと思います。だしあれですね、アダルトの業界って既得権益めっちゃ強いなと思って、これ本当どこまで言っていいかわかんないですけど、でも本音を話した上で使っていただいていいですか。とりあえず日本版なのかわかんないけども、また新しいところが作って、そのプラットフォームを作った人たちがやっぱりこの世界を取ってくるから。いや絶対そうです。しかも僕とかが作ってるサービスっていうのは後発的ですけど、フリルにメルカリが勝った事例みたいな感じで、最初ステルスでやって、絶対来ると思っていて、僕が絶対これあったらいいなと思ってるのが、そのサービスの中に一番なんか多分制作側が気にするのってまずモザイク、濃ゆさもそうだし、あとは法律的にどうしてもやっぱり居住国が日本になっちゃうと日本の法律が適用されちゃうから、やっぱりそこの部分で法律守りながらやるっていうところを
リーガルチェックみたいなのをやるっていうところが、もしその仕組みで解決できるんだったら、相当多分それを使う人は増える。いや、そうなんですよね。その体制を作るのがやっぱりすごく大変で。そうなんですよね。だから日本の事例でいうと、そのプラットフォーマーが捕まるっていうのがめっちゃあって、まあそうですね。なんか超真面目な眼鏡かけて、この分析のこの数値の公式は2イコール X、こんなの誰も見ないから、なんかそれよりもやべえやっちゃったぜみたいな方が、僕がちょうどいいバカ。その方が絶対良くて、でも見る人が見たら、イラク絶対バカじゃない。いや、なんかそう見せてるだけ。でもそう見せるのができるってすごいと思う。そうだから一般は分かんないんですよ。そこがそうなってるってことを知らなくて、だけど見る人が多分その見る人もちょっとこうレベルによるんですけど、そのなんか分かってる人が見ると、この子絶対考えてるなっていうのがなんか伝わってきてて、でもなんか普通に見るといやそうですね。本当に見た目苦手とか書かれますもん。こいつパリピなんじゃないかみたいな。いけないパーティーしてそうな。本当に大学生のタトゥー入ってる格好して。よく言われます。僕だからその中国市場のアダルト業界は相当数字取れると思う。いや、そうですね。もうなぜもうマスがないの。メーカーとかみたいに日本みたいにこんなに多分数がないから。だから生産業っていうのが、まさにその飢えて枯渇してる。そこはすごくこう先行優位性はあるから。いや、そうですよね。そこに広くて、あとはさすがだなと思うのは、やっぱ SNS 使うのはもうマーケートとして普通になんかありだよな。めちゃくちゃ褒められてありがたいですね。めっちゃありだと思うから。一個めっちゃいいなと思ったのが、 YouTube とか強いなと思ったのが、その会社としてメディアを先に持つって多分ないんですよ。会社作ってじゃあ自社メディア作るかじゃなくて、メディアありきの会社みたいな。でその AV やっていく中でいろんな監督さんとかに批判されたりして、でなんか結局日本ってなんかめっちゃ規制されてるし、男優さんとか弱い立場にあるなってすごい思ったんで、でも全然裸さらしてポルノスターになってもいいじゃないですか。日本の男優をフォーカスされることがそんなに、いや多分今までなかったし、僕なんかもっとなんだっけな、一徹さん、みたいにああいうイケメンな人がもっともてはやされるべきだなって思って。ああ、そうですよね。伊田君も多分そのもてはやされる。いやそんなことはないですけど全然ね、僕ら勢いあってもいいもんね。本当にそこは自信持ってっていうところで表現の場を作るっていうのはやっていく中で見えて僕逆に結構プラトニックがいいかもしれないですわ。ラブリーな感じ。いや、そう、人を好きでその上でやるみたいな。情があるから伊田君。いや絶対情があると思う。いやから逆にだから緊張とかはめっちゃしやすいんで、そういう普通の AV とかは。そうなんですよ。そこは僕の弱さでもある。ツイッターでね、なんかね、伊田君がゲイビデオに出てたのが流れてきて、YouTube やってるって書いてあったの。へーと思って、で最近多くて、ゲイの人で YouTube 始める人めっちゃ多くて、でもなんかこう見てもなんかいまいちこう来なくて、胸になんかズドンって、なんかもっと攻めていった方がいいとか、やっぱり体を出すっていうのがどうしても回っちゃうから、体見せるトレーニングとかはみんなジュルジュルするんですけど、だけどなんか伊田君のやつは本物だったなってどれだろう、おしっこのやつですかあれはもうやばいっす。なんか